人は本当に失うまでその存在の大きさに気づかない。イルジョが家から姿を消し、どれだけ連絡をしても返事がない日々の中で、ジョンハンはイルジョの父の命日、その墓の前で待ち続け、そこならきっと会えると信じた。そしてその読みは外れなかった。墓地に現れたイルジョと久しぶりの、そしてあまりにも切ない再会を果たす。ジョンハンは必死によりを戻したいと懇願するが、イルジョは冷たく拒み、その場を去ろうとする。まるで二人の感情をなぞるように、空は泣き出し、大雨が降り始めた。ここで行かせたらもう二度と会えない。そう思ったジョンハンは必死にイルジョを追いかけ、その腕をつかむ。しかし帰ってきたのはもう二度と会いたくないという言葉だった。ジョンハンは一人雨の中に取り残された。けれどそれがイルジョの本心ではないからこそ、彼は一度立ち去りながらも戻ってきて、そっと傘をジョンハンに差し出し、何も言わずに再び姿を消す。あまりにも切なく、あまりにも残酷な優しさだった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。それ以来ジョンハンはほとんど酒しか口にせず、不眠症にまでなってしまった。医者の友人が現れた時でさえ、最初はイルジョに見えてしまうほど心は壊れかけていた。そんな中、友人の口から告げられる衝撃の事実、イルジョは定期的に付き添いを伴って病院に来ているという。ジョンハンはイルジョの予約日に合わせ、自ら点滴を受けることにする。そこで目にした付き添いが店長だった瞬間、頭に血が上った。しかしその店長の口から語られたのは予想もしなかった真実だった。イルジョは今もなお兄から脅され続けているというのだ。ジョンハンは兄の元へ向かい、薬物に手を出していることを知っている以上、それを警察に突き出すつもりだった。兄が脅して使ったジョンハンとイルジョのデート写真と USB もすかさず回収。イルジョは写真がばらまかれればジョンハンのイメージが壊れる。それを恐れていたのだ。真実を知ったジョンハンはさらにイルジョへの思いを募らせる。彼の幼い頃の写真を眺めていると、その裏に孤児院の名前が書かれていた。その夜ジョンハンは高熱を出して倒れる。現れたイルジョをまた幻だと思ったが、今回は違った。イルジョは優しくお粥を作り、薬を飲ませ静かに帰ろうとする。しかしジョンハンはその手を取り、行かないでと再び懇願し、兄が薬物乱用で警察に捕まったことを告げる。イルジョはついに一度だけでいいから人のためではなく自分自身の本心に耳を傾けた。今本当にしたいのはジョンハンと一緒にいることだった。風邪をひいているジョンハンにキスをしたせいで、今度はイルジョが寝込むことになる。ジョンハンがお粥を作り世話を焼き、甘すぎる。2ヶ月後、ジョンハンは父にイルジョとの交際を打ち明けたことで激しく殴られる。しかし家計を継ぐ唯一の息子である以上、父にもどうすることもできなかった。ただ罰としてジョンハンは海外ブランチへ飛ばされる。空港でイルジョと待ち合わせするはずだったが、イルジョがなかなか現れない。失望しながら中へ入ろうとしたその時、遠くから走る足音が聞こえた。これから先2人を引き離すものはもう何もないだろう。ジョンハンはイルジョと家族になりたいと真剣だった。海外でそのまま結婚するのではと勝手に脳内に2人のハニームーンでいっぱいになってしまった。また次回お会いしましょう。